皆さんこんにちは。特殊通路のありかのパチです。妄想移住レポート第4回。今回の舞台は絵空町です。絵空町はペテロシティで最も幸福度が高い町として知られています。ところが実際に歩いてみると、都市町のような賑やかさもニューホランドのような刺激もありません。正直、最初は地味な町だなというのが率直な印象でした。それなのになぜこれほど幸福度が高いのでしょうか。歩いているうちに私は一つのことに気づきました。この街には思わず歩きたくなる不思議な魅力があるのです。この歩きたくなるという感覚こそが幸福度の高さに直結しているのではないでしょうか。もしこの仮説が正しければ、街のあちこちにそのヒントが隠されているはずです。実際に絵空町を歩きながら、この街に隠された幸福の理由を探っていきます。それでは始めましょう。絵空町にあるナクペイダ公園にやってきました。まずはこの公園を歩いてみましょう。この公園の一番の特徴は、とにかく広いことです。多市町西部の動画では広場の多さを紹介しましたが、ナクペイダ公園はそれらをすべて合わせた面積よりも広いんじゃないかと思うほどの広大さです。入ってすぐ迎えてくれるのは巨大な木。木陰にはベンチが並び、木漏れ日の中で一休みしたくなります。そのまま進むと現れるのが、この公園のシンボル、ナクペイダの池です。コインを投げると願いが叶うと言われていて、池の周りはいつも賑わっています。園内には短冊のようなものが結ばれた桜の木や、木の葉で作られた人や動物のオブジェもあります。さらに、アジサイやモミジ、ススキなど、様々な植物が景色に彩りを添えています。石畳や木の遊歩道、自然の小道など、歩く場所によって景観も変わります。歩き疲れたら近くのベンチで一休み。休める場所が多いのも嬉しいポイントです。住民たちも本を読んだり、ギターを弾いたり、ラジオを聴いたりと思い思いの時間を過ごしています。続いては絵空町にあるもう一つの公園、ウラク亭へ向かいます。ここは前回紹介したエメラル丘のすぐふもとにあるウラク亭です。ナクペイダ公園とは打って変わってとても静かな雰囲気で、歩いているだけで気持ちが落ち着きます。池に沿って園内を巡る池泉回遊式庭園となっていて、聞こえてくる水の音がとても印象的です。池を眺めながらゆっくり過ごす人の姿が多く見られました。釣りの名所でもあるようで、釣りを楽しむ人の姿もあります。池の上を渡る通路や藤棚があり、歩くにつれて景色が少しずつ変化するのも魅力です。歩いていると雨が降ってきましたが、雨の日にこの東屋で雨音を聞きながら過ごす時間もおつなものです。賑やかな公園とはまた違う静かな時間の心地よさがここにはありました。公園を巡ったところで、次は商店街に足を運んでみましょう。玉持商店街にやってきました。ここはアーケード商店街になっているので、雨や日差しを気にせず買い物ができるのが便利ですね。入り口には商店街の顔ともいえるファサードがあります。夜には光る気合の入れようです。人々の話し声や食べ物の香りが歩いているだけでも五感を楽しませてくれます。ミントもこの商店街をよく訪れているようです。美味しそうな匂いにつられて思わず足を止めてしまう気持ちもわかります。商店街のすぐ隣にはクレイモン学園があるので、放課後になると学生の姿も多く見かけます。住民だけでなく観光客にも人気のようで、商店街のパワーを感じます。この商店街を訪れたら、猫丸ラーメンの名物店員にもぜひ注目してみてください。驚くほどの速さでラーメンを作る姿は見ているだけでも楽しくなります。それでは玉持商店街の活気を後にして次の商店街に向かいましょう。次にやってきたのは折れ線市場です。入り口では大きなアーチが出迎えてくれます。夜になると派手にライトアップされ存在感があります。折れ線市場はペテロシティで最もお買い得な市場と言われています。あまりの安さに1時間もかけて買い物に来る人がいるほどの人気ぶりです。アドレイさんもわざわざここまで買いに来ていました。
野菜の買い出し？ミゲルク近郊の農家から直送されているため、新鮮で価格も手頃なのだそうです。道は入り組んでいて少し迷いそうになりますが、路地を曲がるたびに新しいお店が現れるので、歩いていてワクワクします。商店街の北側にはバスケットコートがありました。ここも多くの人で賑わっています。さらに商店街のすぐ隣には住宅街が広がっていて、買い物帰りの住民たちが立ち話をしている様子も。活気あふれる玉持商店街とはまた違った路地を歩きながら思わぬ発見を楽しめる場所です。公園や商店街を巡ってきましたが、絵空町にはもう一つ特徴的な場所があります。町のあちこちに整備された歩行者専用道路です。木々に囲まれた道は晴れた日に歩くだけでも気持ちが良さそうです。また別の道にはゲートが連続して並んでいて、まるで鳥居のトンネルをくぐっているような気分になります。北部にある高台エリアの歩行者専用道路は愛犬家たちの交流の場にもなっているようで、犬と散歩を楽しむ人たちの姿も多く見られました。色とりどりの花壇も丁寧に整備されていて目を楽しませてくれます。他にも歩いているとプロポーズをしているカップルや走り回ったりかくれんぼをして遊ぶ子供たちの姿も見かけました。絵空町の北部にある高台エリアにはこのような歩行者専用道路が数多く整備されています。いろんな場所を歩いてきましたが、振り返ってみるといくつかの共通点が見えてきました。一つ目は歩きやすいことです。ナクペイダ公園も裏区邸も石畳や木の遊歩道が整備されていて、高低差もほとんどありません。玉持商店街はアーケードになっているので、雨の日でも快適に歩けます。折線市場は路地が入り組んでいるものの、道自体はきれいに整備されています。高低差が少ないのも要因です。北部の高台エリアには坂道もありますが、街全体で見れば高低差は少なく、歩いていて負担を感じることはほとんどありませんでした。さらに公園や商店街、歩行者専用道路など多くの場所で車を気にせず歩けるのも大きな魅力です。そしてベンチが多く設置されているので、疲れたらすぐに座って休めます。この安心感も絵空町の歩きやすさを支えている理由の一つなのでしょう。共通点の2つ目は飽きないことです。ナクペイダ公園は桜やアジサイ、藤といった季節の花が咲き誇り、この葉で作られたオブジェのような思いがけない発見もありました。公園内でいろいろな景色を楽しむことができます。裏区邸も同様に歩くにつれて景色が少しずつ変化していきます。橋を渡ったり藤棚をくぐったりと、同じ庭園の中でも次々と違う表情を見せてくれます。商店街も例外ではありません。玉持商店街では呼び込みの声や食べ物の香り、猫丸ラーメンの名物店員の手さばきなど、歩いているだけで五感が刺激されます。折線市場は路地が入り組んでいて、角を曲がるたびに新しいお店が現れます。折線市場ならではのお得な品揃えも歩く楽しみを増やしてくれます。こうして振り返ってみると、絵空町には緑や花、水の音、人々の話し声や食べ物の香りなど、五感を楽しませてくれるものが至るところにありました。そのため何度歩いても飽きることがないのだと思います。そして歩きやすい、飽きないという共通点があることで、絵空町は歩きたくなる町になっているのです。では、歩きたくなる町であることは住民にとってどんな意味を持つのでしょうか。後編ではその秘密に迫ります。このチャンネルでは今後もゲームのお役立ち情報をアップしていきますので、よければチャンネル登録と高評価、そしてハイプをよろしくお願いします。X では動画以外にも色々とつぶやいていきますので、ぜひ概要欄からフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。